見てください。このふかふかっとしたパンを。こんにちは、松尾美香です。今日は抹茶のツイストロールを作っていきます。動画の最後に作り方のコツを説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。心と時間を豊かにする3日経っても硬くならないパンを一緒に作っていきましょう。まずミキシングです。ボウルに材料を加えていきます。軽く混ぜましたら水分を加えていきます。粉がなくなるまでしっかり混ぜましょう。粉がなくなったらテーブルに出してしっかりこねていきます。生地を遠くまで伸ばして材料をしっかり混ぜ合わせていきましょう。手と一緒に生地が戻ってくるようになったら本格的にこねていきます。生地を左右に転がして強い弾力を作っていきます。弾力が出てきたらグルテンチェックをします。生地を引っ張ってみましょう。生地を広げて薄い膜が張っているようだったらこね上がりです。指の跡が見えますよね。冷蔵庫からバターを出してきて混ぜ込んでいきます。混ぜやすいように少し細かくカットしていきましょう。最初にやった生地を伸ばすという形でバターを全体的に混ぜ合わせていきます。混ぜムラのないように遠くまで伸ばしてください。バターが混ざったらこね上がりです。2分割にしていきます。目分量で構いません。多い方の生地を丸めていきましょう。こちらの生地がプレーンの生地です。もう一つの生地に抹茶を混ぜ込んでいきます。生地を広げて抹茶を加えたらお水を少しずつ加えながら抹茶を混ぜ込んでいきます。パフってなるんでね、気をつけてください。お水は少しずつ加えていきましょう。全体的に混ざればこね上がりです。こちらの生地もしっかり丸めて発酵に入ります。生地が 1.5 倍ぐらいになるまで発酵させましょう。発酵が終了しました。膨らみましたね。生地を出していきます。ちょっと打ち粉多くなっちゃいましたね。綿棒で生地を伸ばしていきます。大きさはだいたい23センチ ×12 センチぐらいがいいですね。もう一つの生地も同様に伸ばしていきます。同じサイズに伸ばしていきましょう。電池タイムを10分取ります。乾燥しないようにふんわりラップをかけておいてください。生地を重ねます。できるだけぴったり重なるようにしてあげましょう。伸びやすい生地なので手でね、もう生地を伸ばしていっちゃいましょう。慣れてる方は綿棒で伸ばしてもらってもいいです。最後は綿棒でしっかり合わせていきます。元の生地の2倍ぐらいまで伸ばしていきましょう。
半分にカットします。さらに生地を重ねていきます。できるだけぴったり合わせていきましょう。4枚しっかり合わせたいので、また綿棒を当てていきましょう。6分割していきます。綺麗な4層になってますよね。最初にガイドラインをつけておくと同じ幅に切れますよ。私はスケッパーでカットしていますが、包丁の方が綺麗に切れそうですよね。生地をねじります。片方を中心にくるくる生地を巻いていきましょう。巻き終わりは一つ手前の生地の下に入れていきます。それぞれの手を反対方向に転がすとねじりやすいです。巻くときは少し余裕を持たせてください。この後最終発酵に入ります。生地が一回り大きくなるまで発酵させましょう。発酵が完了したので卵を塗っていきます。お好みでアーモンドスライスを乗せていきましょう。では焼いていきます。焼き上がりました。少し薄めに焼いています。ふかふかですよね。アイシングをかけてあげてもいいかもしれません。この後作り方のポイントを説明していきますので、最後までぜひご覧ください。では成形のコツを説明していきます。生地を重ねるときには少し水で濡らしてあげるとしっかり重なります。手で生地を広げるときには端っこだけじゃなく中心からしっかり広げてあげるようにしましょう。いかがでしたか？もっとしっかり学びたいという方向けに動画講座をご用意しています。詳細は概要欄をご覧ください。この動画が気に入った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。